2025年4月8日18時31分。これ今、さっきアップロードしたやつ早速見てね、YouTube で再生して確認中なんだけど、もう眠くて起きてられなくなったんでちょっとカメラ回してます。寝ます。一応あと10分ぐらい確認すると、これ、確認終わるんで、それまで起きてて、あと10分ぐらいわかんない。電磁波攻撃されて、10分耐えて起きてられるかわかんない。こういう風に収録してるときはね、嫌がらせされてるんですよ。とにかく今、急に喋り変になったけどもね、こうやって、こういうポーズ取ってるときはさっきみたいに、こういう風に喋れるんだけど、自分が映り込んでたわ、タブレットの方に。それぼかしますんでね。で、ろれつ回んなくなる。で、こういう風にして、こっちにこうすると、急にね、言葉喋れなくなるんですよ。喋り方も変わるでしょ。電磁波攻撃の影響だと思いますよ。で、左肩が急に凝ってきた。だからこのブレインジャックとか電磁波攻撃で、自分で自分を映すようにっていうポーズね。そっちの方に自分でも気づかないように持っていかれたりとか、そういうのできる。で、連中側はそういう風なポーズ、そういう風に、こっちに持ってけばこいつ自分で自分の姿を映すぞって。それも連中盗撮して分かった状態でブレインジャックしてるよね。ガチだね。で、この部屋に盗撮カメラないから、言っとくけど。引きこもり期間に、1年とか全然部屋から出ないっていうかね、トイレとお風呂ぐらいしか入らない状態で引きこもり状態もやってましたからね。その期間にね、いろいろ監視カメラどこにあんのか、穴どこにあんのか探したけどなかったからね。あと、壁とかそういうのだけじゃなく、タンスっていうか押し入れというか、収納ケースとか、そういう中に隠してんじゃねえかとかね。なかったからね。もう遠隔から障害物を投下してすり抜けて盗撮してるとしか考えられない。霊能力はないね。霊能力で盗撮霊視してるはないね。何千人も何億人もそういう人たちがいて能力余してるんだったらあるかもわかんないけどね。言っとくけど、四六時中365日、24時間、休まず、盗撮されてますよ。もう簡単に盗撮できるから、機械で。やってるとしか思えないぐらい簡単に盗撮されてる。つまり、私以外にも盗撮されてるはず。で、その盗撮する側になった人たちがあんまりいない。ほとんどいない。あんまりっていうかほとんどいないから、そっちの方の心理状況わかんないと思うけど、例えばクラッキング、ハッキングもそうなんだけど、YouTube とかでもコマーシャルやってたかな。そういうので、もしね、動画見てればわかると思うんだけど、わざわざ、サムネイルとかでもあるわ。そういうのね。ハッキングしている時に、わざわざ、ハッキングしてますよって、ご丁寧にご挨拶するやついないからここはあるけどね。嫌がらせしてますよ、傍受してますよ、ほのめかしあるけどね。だからといって連中は良心的なわけじゃないですよ。精神病院に突っ込むための嫌がらせだからね。23条通報乱用と連動だからね。で、それらの攻撃がまだ行われない状態の人たちは、盗撮されてることを知らされてないっていう状況でしかないですよ。ね。全然10分以上起きてられそうでしょ。収録やめて作業にかかると急に眠くなるんですよ。で、私、これの後にすぐに、確認したら今度はすぐに広瀬涼子の話題やりたかったの。私たちだから分かること。さっきIU や七様の配信見ててその話してて、何そういうことあったのそういうことなのっていろいろ聞いて、
あと私たちだからそういう目に遭ってるから分かることとかね、ああいう七様が言ってないこととか、そういうのもあるんで、その辺の話しようかなと思ってたけど、今これ収録中だったらこのまま続けられそうだけど、これ収録切ると、カメラ切ると連中電磁波でね、起きてられないようにしてくるんで、一回寝て起きてからだね、みたいな感じですね。とりあえず作業は続けるんです。これをまず再生して、変な編集になってないか、あと、視聴者目線でどう見えるかとかね、動画が、連中エラー、横から入って作ってくるから。で、もしエラー入ってたりしたら、もうこれ一回消してまたレンダリングし直して、また確認するみたいな感じになるね。無駄な作業、意味のないことを繰り返させるから、とにかく連中嫌がらせしてきて。とりあえずそういう感じなんで、今、午後6時37分ですが、ちょっと寝ることになりますね。だから、7時に寝る感じになるかな。1時間2時間で起きれればいいけどね。連中4時間は眠らせてきたり、4時間しか起床してられないような状況を作ったりするんで、今そういう嫌がらせの期間に入ってるんで、で、何もできないようにして、収録もできないようにしておいて、いろいろ壊したりとか。だから、宅配がね、一つの品だけ遅れて12日から14日に届くってやつね。注文してから2、3週間後に届くような感じになるんだけど、プライム入ってるんで、無料の即日配達の、で注文してるんだけど、そういう状況なんですよ。それ連中が嫌がらせするときにそれが発生するんですよ。多分これはほとんどね、アマゾンと提携しての嫌がらせだと思うね。この類は。連携プレイの嫌がらせで、名目は、不審人物を洗うとか、不審な社会貢献みたいな名目でそういうのやってる気がすんね。この辺あんまり言わない方がいいかもわかんない。揶揄されるから。隠蔽、秘密でやってるはずだから、やってるとしてもね。急に何言ってるかわかんなくなってきた。だから、7時頃寝る予定。もう、今はね、本当に目が覚めてる。もうさっきから同じこと繰り返してるでしょ。意味のないこと。意味のあることだけど、繰り返したら意味がなくなるから。で、それを言おうとしてんじゃなくて、他のこと言って終わらせようとしてるんだけど、それができないようにされてるんだよね、これ。いつもそうですよ。で、収録聞いたらまた、収録して、言い忘れたこと言いますみたいな感じになるんですよ。これブレインジャックの特徴です。目の前に、例えば無能って書いてあるでしょ。目の前にあるそれを読もうとしてこういう風にしてんのに、わかんねえ。なんだっけ、何しようとしてんだっけみたいな感じになるんですよ。で、辞書引いてそれを調べようとしてんのに、なんだっけな。なんだっけ、わかんねえ。何見ようとしてたんだっけ、何調べようとしてたんだっけ。あそこにある文字を見ようとしてんだよな。そうだったかなみたいな。ちょっとニュアンス違うけど、ブレインジャックってそういうの、わかりやすく言うとそういう感じなんですよね。それのもっと日常的な複雑なやつ。で、掃除しようとしてても掃除ができないみたいな感じになるんで、ね、掃除難しいってなるんで、ね、そういう人たち多いよ、それ病気だよっていうかもわかんないけど、それがブレインジャック。だから私、だから今カメラこうやってると、いや、こんなことしないで編集作業できるんじゃねえ、やればいいじゃねえっていう感じになる。自分からも他人からもそういう風に見えると思う。なると思うけど。これカメラ切ると、病気で何もできなくなるんじゃなくて、証拠が残んない状況がバレない状況では連中が 3P ビームしてきて、で、ね、起きてられなくなるんですよ。で、
まあそうだね、起きてられなくなる、そういう状況で、カメラのマイクじゃなく、せっかくこれ買って届いたばっかりなんだから、これいっぱい使って使い心地というか使い方とか知りたいんだけどね、せっかく買ってもそれが無駄になるようにカメラのマイクじゃあ2つでと使えばいいじゃないですか。めんどくさくなる。私は結構そういうの使いたい側なんで、オタク的なんで、2つでめんどくさく収録するのはいいんだけど、連中が編集をできなくしてくるの。そうすると2つのファイルがどんどん溜まってくるんですよ。でさらに連中映像と音声のファイル別々になるようにクラッキングとかいろいろ嫌がらせしてくるんですよ。なので結局こういう風になっちゃうんですよね。なのでカメラにねつけたいんですよね。まあいいわ、そういう話も。とにかく何もできない、いろいろできないようにされてる。いやできてるじゃん、収録できてるじゃん、被害報告できてるじゃん、違うんですよ。ここまでやってるからこれができてるんだし、妨害がなければもっとできてるんですよ。それがわかるんですよ。傍から見てりゃ、例えば想像力がない状態、 AI に支配されたような、洗脳された愚民化した状態だとそれが分かんないかも分かんないけど、だからそういう状態の人たちが他の被害者見るのと、私みたいな人が他の被害者見るのもまた違うんですよ。言っとくけど。ただ無能な人はこの集団ストーカー被害に気づかないんで、ちょっとこの人無能なんじゃないかなっていう人が気づいてるのちょっとおかしいんですよね。っていう感じにしときますか。以上。まあこういう話あんまりしたくないんだけどね。まあでもいるから。で、私のところにコメントしてきたりとか、ああいう七様のところでコメントしたりとかしてるのは大体連中ですね。集団ストーカー。私たち側は大体ロムってますからね。でロムってても、まあ、配信してても連中のコメントっつうのは本当腹立つのばっかりだね。今日の広末涼子の話でもそうだったね。嫌なやつらは広末涼子が薬物中毒だみたいな決めつけるような話してたけどね。まあその辺の話はちゃんとこっちのカメラじゃなくこっちでね、いい音で撮ってやるつもり。まあこのままやりたいか、まあ今チェックしてるのを最後までチェックして起きてられるようだったらそのまま続けてこっち使って収録するけど、多分連中がその目的を果たせないように嫌がらせしてくるから、とりあえず7時に就寝になるかな。まあ起きてた時はまたいや実は起きてられましたっていうのを入れますから、インチキでたらめで眠らされてました、それはやらないから。そういう嘘つくとね、被害報告今まで一生懸命やってきたのが全部嘘になるから、それはこっちではねやらない、まあ以上にしておきます。